今日は4位から6位をお届けします。皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は歌舞伎座初春大歌舞伎初日に来ました。昼夜楽しみですね。新年たくさんのお客さんで賑わってます。着物の方も多いです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。それではこれからランキングを発表します。私のランキングですけども、3つの基準からできてます。あくまでも一幕見席を見る方のための参考のランキングです。1つ目は私がドキドキしたかワクワクしたか、ドーパミンが出たか、感動したかという観点です。2つ目は私が今月もう一度見たいかどうかという点です。3つ目はこれを初心者の方、例えば去年から話題になってますけども、映画国宝を見て歌舞伎座に来られたような方に見せたいかどうかという3つの観点、自分のドーパミン、そして自分が再度見たいか、そして皆さんにお勧めしたいかという3つの観点でランキングをつけてきます。あくまでも一幕見席用なんで、ぜひ皆さん、生の舞台、これが素晴らしい。今月は全て、音楽も生です。ぜひ歌舞伎座に来て、この素晴らしい舞台を味わってください。ということで、今月のランキングを発表します。まず、4位から6位です。第6位。第6位は、夜の部、鬼路表紙舞です。今、鬼路表紙舞が終わりました。2階のロビーでは NHK の生放送が始まって、隼人さんと右近さんが出ていたようです。とても賑やかでした。人が混んでいてなかなか通れませんでした。鬼路表紙舞。これは26分の、舞踊劇です。山勝という、山で働く、木こりや漁師の長田太郎の正六さん、緑と黒、ある意味では鬼滅の刃の主人公のような、緑と黒、貴重の着物を着てます。そして、白拍子。白拍子というのは、踊りや舞をする昔の遊女ですね。白拍子の松の前を、万寿さんがやってます。もともと、この踊りは、寛政5年、1793年に作られた長唄による舞踊劇ということで、古風ゆったりという味わいながら見る舞踊になります。で、ポイントは、これ、実は、長田太郎の正六さんは平家型。そして、万寿さんの松の前は源氏型であると。で、この山で会うんですけど、万寿さんの松の前は、この正六さんの長田太郎は実は、青葉という有名な笛を持ってるんじゃないかということで、懐を探るような、動きをするというのがポイントです。その笛を探ると。で、なんだこの女はという風にして、聞きます。でもそこでうまく口説きを万寿さんの松の前はして、男に気がある。だから近づいたという素振りを見せます。その後、男の手を取ったり、逆に、長田太郎も少し女になびいたりという動きを見せます。あともう一つの特徴は、これは、表紙舞というそうですけども、二人の演者が歌いながら表紙を取って踊るというところもあります。なかなか踊りながら歌うという難しいものかなというふうに思います。万寿さん、丁寧でゆったりとした動き。ちょっと二人ともまだ初日のせいか丁寧すぎるというところ
相手に合わせようとしてるっていうところを見受けられたような気がします。これから、どんどん二人の踊りなんで良くなっていくと思います。そして、最後お互いに素性を明かして、草田太郎の松緑さんは太刀を抜きます。長い太刀を抜いて、万寿さんの松の前に切りかかる。松の前は、これは、もみじの枝を持って、立ち向かう。最後は、もみじ狩りのように、万寿さんが松の枝から鬼になるのかなというふうに思いましたけども、そこまでダイナミックなところはなくて、戦いのまんま、勝敗はつかずに、綺麗な様式美の見えで終わりました。ということで、この次が、女殺し油の地獄という演目で刺激的なんで、その前にみんなの心を和ませる、ゆったりとした華やかな踊りの鬼路表紙舞でした。第5位。第5位は昼の部、当たる馬年歌舞伎のにぎわいです。今、当たる馬年歌舞伎のにぎわいが終わりました。その中、3つの演目からなっていて、勝負立つき、根源草釣り、そして漫才、最後はおびきのだんまりという新しい演目で終わりました。勝負立つきに関しては、スタンダード、おめでたい演目ですけども、パーッと幕が合うと、梅、そして大きな富士山で始まりました。そして、なんとこの長唄の方々の間を割って真ん中から巳之助さんと歌唱さんが現れました。いやー、歌唱さん、どっしりと大きい。それで、蘇我五郎、時宗を巳之助さんがやってます。そして小林の朝比奈を歌唱さんがやってます。二人でこの鎧を引き合う大きい演技でした。本当にクールな、この五郎の伊之助さん。そして、少し滑稽な面もある歌唱さん。最初は、どっしりとした伊之助さんに対して歌唱さん、いろいろ引き合う。もともと力自慢の役の歌唱さん。面白いのは、途中でいきなり、なかなか鎧を自分のようにできないと判断すると、なんと女役、女型になります。歌唱さんが急にしなしなしなと、体をこねらせて、そして、化粧紙でこの、口元に噛んで、少し色っぽい、艶っぽい仕草をしたり、そして、文を書いたりということで、この大男が女で迫る滑稽さがあります。そして、キセルをつけて吸わせようとする大子は、なんていうお茶目な一面も出しました。そして最後は、また、鎧を引き合う。そして、巳之助さん。いやー、腰が低くて、もうすべての見えがバシ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 と決まってます。そして、この見えの目も大きい。ぜひ、巳之助さんのこの大きい正統派の演技、見てください。そして次は漫才です。梅玉さんが中心となって、大城さん、そして勘九郎さんを従えて、そして花道から出てきます。いやー、豪華ですね。舞台の真ん中には梅が咲いてます。そこで、家々を回って、幸せを振りまく漫才。今の漫才のこの源流とも言われています。途中、勘九郎さんと幸四郎さんが、二人が舞います。踊ります。いやー、これがバチバチなんですよね。二人で揃って踊るところ、そして対面で踊るところ、勘九郎さん、ひらり、ひらりという感じがします。それに対して幸四郎さんはゆったり、ふわりと
いう感じがします。それに対して最後の梅玉さん、うまく小さい動きで、この手と指を使って、いなすというか、見せる。そういうところをぜひこの3人の演技、踊りを見てください。そして最後は小引きのだんまりです。だんまりというのは太鼓がドン、ドン、ドンと鳴る合図で、見てる人はこれは真っ暗な暗闇でやられている行動だというふうに思ってください。物語としては工藤祐経が源頼朝に引き立てられて、富士の狩りの総奉行を命じられたり、武蔵の国の縄張りも命じられる。で、一方、梶原景隆は、これは工藤を追い落としたいということで、部下に命じて、で、雲切丸を盗み出させていた。で、一方、五郎、これは巳之助さんがやってます。一番最初の小札付きでも巳之助さんがやってました。五郎は工藤祐経に親を殺された仇を討ちたいということです。で、その背景があって、蘇我の十郎が秩父の重忠、そして梶原の景隆を行く手を阻む。そして十郎は実はこの工藤祐経代々という梶原はこの十郎お前は誰だという、その時に待った待ちやがれということで、この弟の五郎巳之助さんが現れます。そして合わせてくれと。そうすると、裏から工藤祐経の声がする。これを歌唱さんがやってます。そして、その後、頑張りになります。頑張りの中で、雲切麻という刀、そして、また富士の狩りのその地図の巻物ですね。この2つを取り合う、10人の頑張りで5分間続きます。その中で特に見てほしいのは、オレンジの刀の袋に入っている雲切丸。そして、この巻物。これを中心に見るといいと思います。そして、最後、工藤祐経は、十郎五郎兄弟に、よし、また会おうということで、狩場の図面の巻物を渡すということで、後日の再会を果たして終わりました。ということで、最後は富士山に、このポート光る太陽が出て、見事に華やかに終わりました。以上、おめでたい演目でした。第4位。第4位は、昼の部、実盛物語でした。今、源平布引滝、実盛物語が終わりました。いやー、勘九郎さんかっこよかったです。時代物の、もう真骨頂という感じでした。少し勘九郎さんシュッと痩せて、より引き締まっていい男になったような気がします。物語自身は、これは実盛、勘九郎が平家だけども、実は源氏方に密かに心を寄せると。それで、木曽義高の女房の葵の御前をかくまってるのを救うと。妊娠していて、子供が、女だったら許そうと。で、相棒の瀬能王、これを松緑さんがやってますけども、そういうふうに、源氏の葵をかくまおうとする。助けようとする。で、その、かくまってるのが、これは黒助と。そして、その女房の小吉。で、実は、木曽義高は、最後、平家に滅ぼされるときに、この大事な源氏の旗を
その黒助と小吉の娘の小満に渡していたと。で、小満はそれを舐めるために必死に握っていた。でもそれを実は実盛が腕を切っていたと。で、その腕を切ったのを、これを黒助と、それと孫の太郎吉が見つけて、しまって、これは実は俺が切ったんだと。で、そこになんと小満が腕を切られて死骸で運ばれてくる。で、この太郎吉は本当に悲しむ。でも、そこで実盛のアイディアで小満に腕をまたつけると生き返るんじゃないかと。いや、すごいスペクタクルですね。そうきたかと。で、腕をつけると、そして源氏の旗を握らせると生き返る。でも最後はまた死んでしまうんですけども、で、そこで太郎吉が、この自分たちを追い詰める瀬能を殺すと。で、なぜ殺すかというと、葵の上、もう子供が生まれる。でも、その子供の駒大丸に家来になるために手柄を立てると。で、実は、なんとですね、瀬能の孫は太郎吉だったという。小満が、実は瀬能の娘が小満だったという、なんということでしょうという物語の展開です。この辺、人物相関図つけとくんで、少し理解してから見られるといいと思います。いやー、松緑さんの瀬能も迫力があって、最初は、ねしねしと、意地悪を言うんですけども、最後は戻りと言って、実は悪人なんだけど最後は善人だったと。最後は自分の孫のために、自分の腹をかっさばくというすごい役でした。最後に、馬が出てきて、実盛が乗ります。その馬の毛並みがいい。周りから、本物かという声も出てました。馬、役も、足の役難しいと聞きます。そして、太郎吉も乗りました。その太郎吉、実は森田音くんがやってます。いやー、立派に務め上げました。ということで、いやー、時代物の真骨頂ですけども、いやー、物語のこの大胆な、展開、大胆などんでん返しに驚きます。いやー、本当に、この実盛の義太夫と竹本に乗せた、この物語、本当の語り物ですね。よかったですね。ということで、源平布引滝の実盛物語でした。ということで、今日もお届けしました。ぜひ、いいね、やチャンネル登録をお願いします。今日はちょっと iPhone で撮ってるんで、音や画像が普段よりも悪いかもしれません。申し訳ありません。あと、1月ですけども、1月の22日の木曜日、これは、初代辰之助さん、そして17世勘三郎さんお話を亀山先生からしていただきます。そして2月の19日には、今日の女殺し油の地獄を書いた近松門左衛門の一生について、一条の夢と消えという本について松井慶三郎先生に話をしていただきます。いずれも木曜日世田谷文学館14時からです。よろしければ生の普段は聞けない話を直接お聞きにお越しください。ぜひ LINE 登録もよろしくお願いします。電脳和風の公式 LINE、 いろいろ旬の情報、そして、皆さん家でも見れるテレビの情報もお届けしています。ということで、1月新年歌舞伎座初日からお届けしました。ぜひ今年1年も一緒に歌舞伎を楽しみましょう。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは皆さんまた。